はようございます。たかしです。本日は8月13日火曜日、ただいま9時8分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日はこれ上髭の陽線になってきております。ここのところずっと上値が重いですよね。上昇しようとはしているんですが、結局ローソク足の実態というのはほぼほぼ同じところで止められております。ちょうど現在止められているのはこのラインですね。黄色の点線がありますが、これ直近の下落、これ2種類フィボナッチリトレースメントを引いているんですが、この高値、7月11日の高値から引いたものと、あとここですね、7月の30日の高値から引いたもののこの2種類を引いているんですが、その短い方のラインですね、その 38.2% 付近で現在は止まっております。187.5 付近、この辺付近が意識されているのがわかりますね。ここを突破してくると次191円台ぐらいがターゲットになってきますので、そのあたりまでの上昇してくるのかなと思います。現在は冷やし強い下落の調整上昇中ですので、ここからの再下落っていうところをイメージしておきたいんですが、冷やしの GMMA の青帯ぐらいまでは戻してくる可能性があるので、そう考えると先ほど言った191円もしくは194円ぐらいまでの上昇は考えられますが、現在のところかなり上値が重いので、現在地付近が意識されて下落していく可能性も十分あるので、その辺両方の可能性を考えておくといいと思います。では4時間足です。4時間足には先ほど言っていたフィボナッチリトレースメント、2種類のフィボナッチリトレースメントのところに黄色のゾーンを描いております。このあたりが直近一旦ここ揉み合っているのがわかりますよね。ですのでこの辺192円前後っていうところは意識されてくると考えております。現在地から逆に言えば192円前後まで上昇する可能性はありますので、その辺を見ておきたいんですが、今は GMMA の青帯に接触しておりますし、ストキャスティクスも下落中なので、やはり昨日上値は重くなってますよね。一度上昇したんですが GMMA の青帯で上値を抑えられての下落になってきておりますので、ここからの下落になっていくのか、それとも GMMA の青帯を上抜けてくるのかという今すごく分かりにくいところにありますので、もし上昇方向にトレードされるなら GMMA の青帯を上抜けてからの方がいいですね。そして下落方向にトレードされるなら現在地付近っていうのは GMMA にも接触しておりますし、ここから下落していく可能性は十分あるところにありますので、下落方向をイメージするなら現在地付近から、上昇方向をイメージするのであれば一旦ここを上抜けてからがいいと思います。では1時間足です。4時間足は下落トレンドの途中ですが、1時間足はこういった上昇トレンドを作ってますよね。高値を徐々に切り上げ、そして安値も切り上げという上昇トレンドになっておりますので、この上昇トレンドがどこまで続くのかっていうところですね。今 GMMA の青帯でサポートされて上昇するのか、そうすると昨日高値付近が意識されてきますし、ここを超えてくると先ほど言っていた191円から192円というところ、そのあたりまでの上昇が考えられますので、まずは GMMA の青帯でサポートされて上昇できるのか、それともここの青帯を下抜けてくるのかっていうところを見ておきたいですね。先ほど4時間足では現在地付近っていうのは戻り売りしやすそうなポイントという話をしましたが、今1時間足で見ると上昇トレンド中ですので、上がったところから売っていきたいですよね。例えば昨日の高値まで上昇してくれば、このあたりまで上昇してくればそこでのダブルトップが意識されますし、例えばこの赤い水平線を下抜ければ 186.5 付近を下抜けてからの下落についていくとか、そういう考え方を持っておくと分かりやすいトレードができると思います。で、逆に上昇方向をイメージしている方は今ちょうど GMMA の青帯付近にありますので、ここでサポートされればここからの上昇ですし、先ほど4時間足で言ったように4時間足の GMMA がこの辺りを通っておりますので、そこを上抜けてからの上昇に乗っていくのでもいいと思いますが、4時間足の GMMA 上抜けてもすぐこの黄色のゾーンがあるので、できればこの黄色のゾーンを上抜けてからの方がやりやすいかもしれませんね。では次はドル円を見ていきましょう。まずは冷やしからです。こちらもポンド円と一緒ですね。2種類のフィボナッチリトレースメントを引いております。一つはここですね、7月3日の高値からと、もう一つは7月30日の高値から引いておりますので、それが黄色と緑で記しております。現在はその黄色の方、短い方のフィボナッチリトレースメントの 38.2% 付近、そしてここのところ冷やしを見ていてもずっと上値を抑えられているのがわかりますよね。ということは本日ここから下落方向に動くのか、それとももう一段上昇してきて、このあたり 38.2%、105
150円付近まで上昇してくるのかというところを見ておくといいと思います。では4時間足です。こちらもポンド円と同じですね。GMMA の青帯で現在接触してここから下落するのかというところですね。ストキャスティクスもデッドクロスして下落中。MACD は方向感がありません。そして黄色のゾーンを描いてます。これもポンド円と同じくこのあたり150円付近っていうのが次意識されてきそうなポイント。ちょうど直近の戻り高値付近になりますので、このあたりからの再下落になるのか、逆に言えばそのあたりまでの上昇の可能性が考えられるというところで、今は GMMA の青帯で上値を抑えられて下落するのか、ここを突破するのかという、どちらにも動きやすい、そういうところにありますので、決めつけたトレードはしない方がいいと思います。ではどこでトレードするかですが、1時間足で見ていきたいんですが、ちょうどこれ直近の高値ずっと上値を抑えられてますよね。147.9 というところ、この赤い水平線ですので、147.9 を明確に上抜けてくれば、そこからは先ほど言った黄色のゾーンぐらいまでの上昇を考えておきたいです。で、逆にこの白い水平線、金曜日の安値になるんですが、そのあたり 146.5 付近を明確に下抜けてくると、今のこのレンジ、ずっと揉み合ってますが、このレンジ、徐々に安値を切り上げているんですが、その安値を今度切り下げることになりますので、そうするとここから下落に動きやすいと考えますので、なので 146.5 付近を明確に下抜けてくれば、そこからの下落の流れ、ここからの下落ですよね。こういう下落をイメージしておきたいですし、先ほど言った昨日の高値、このあたり 147.9 付近、148円付近ですね。148円を上抜けてくると、この黄色のゾーンぐらいまで、150円ぐらいまでの上昇の可能性を考えておくと分かりやすいと思いますので、今はこの中でのレンジですね。昨日の高値と金曜日の安値の間でのレンジと考えておくと、トレードの方向感が分かりやすくなると思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。